こんにちは、MD ジャックです。新年度一発目のレビューは有線モデルに戻りました。ハロハロー、耳の妖精、ヒューマンモード耳だよ。愛は実家帰省中でお休みね。さて、今回は TRN-MT1 Pro のレビューです。TRN は久しぶりじゃない？そうかも。前回はなんだっけ？ TA2 だったかな。振り返りはこのぐらいにして、早速 MT1 Pro を見ていきましょう。形状は基本 MT1 と同じ。違うところは、ステムの太さ 0.5 ミリほど違う。フィルターの形、フェイスプレートのデザイン。フェイスプレートはデザインだけじゃないようなので、後でもう少し深掘りね。写真の通りで、プロの方が比較では重いけど、0.1g ね。ドライバーは MT1 同様、デュアルマグネティックサーキット。バイオロジカルダイヤフラムダイナミックドライバーで効率が 15% アップとのこと。中周波数帯と低周波数帯のエネルギーをより分離させ、低域の品質のパフォーマンスが改善されているそう。価格はありで MT1 が800円ぐらい、MT1 Pro が1500円ぐらい、KZ-EDX と EDX Pro の価格設定のような関係っぽい。EDX Pro とか CCA-CRA が競合になるかな。装着感はイヤーフィンの突起もなく、大きさも形状もよく見かけるタイプ。なので何の問題もないでしょう。今回これが一番の特徴で、写真の通りフェイスプレートがこんな感じでちょっと開いているみたいなんだよね。目視では確認できないけど、レオトで MT1 との開放感の違いははっきり分かった。箱出し一発目の主張で、チューニングが変わった？なんだこの広がりはって思ったからね。MT1 とは違うのだよ。MT1 とは、と、ラルタイーが言ってそうだね。あはは、確かに。音質比較動画は MT1 との音質比較が常識的なんでしょうけど、先に言ってしまうと、チューニング自体は MT1 も MT1 Pro もほとんど同じで、広がりの違いの部分は収録しても拾いきれないと思って別モデルにしました。以前アップした CCA-CRA と KZ-EDX Pro と MT1 Pro の比較でお送りします。ソース曲はループに近くなるよう編集し、若干リバーブを追加。違いが分かりやすくなったように思います。ケーブルはトリコウィンジェリーを使用しています。ではどうぞ。まずは単体波形。MT1 Pro で一番特徴的に耳に飛び込んでくるのは2から 4kHz の帯域ね。最近の KZ や CCA のモデル、ブロンもかな。この帯域は抑えてるものが多い。どうもそれがトレンドみたいでね。じゃあ、以前は違ったの？例えばこれ。CCA-C12。MT1 Pro ほどではないけど、こんな感じ。次が KZ-ZS10。これがこの帯域の出方一番似てる。最後に KZ-ZSN。これは 500Hz から 10kHz 超えても全体的にカーブの傾向が似てるよね。でも MT1 Pro が一番突出してるね。そうだね、ちょっと極端かな。だから目立っちゃう。それと他のモデルはみんな BA 乗ってるよね。だから単純比較というわけにもいかないタコだけどね。言いたかったのは、比較モデルはいずれも2018から2019年頃のモデルだから、多分皆さんにとっても馴染みのある音質で、以前はこういうチューニングが多かったってこと。
だけど MT1 Pro はちょっと出過ぎ感があるので、少し EQ で抑えてやるとバランスは整うね。あくまで好みだけどね。MT1 と MT1 Pro の波形比較。これは測定誤差もあるから基本同じ特性って言ってしまってもいいかもね。ただしフェイスプレートの構造上の違いで MT1 Pro はセミオープンだから、広域の抜けや単純にサウンドステージという言い方とは違う広がりがあってとても聞きやすくなったと思う。そこが MT1 Pro の最大の特徴で、これは今回比較したモデルにもない特徴なんだよね。ほんとだ、なんか閉塞感が少なくなってる。開放的ってこんなに気持ちいいんだね。でもこれ音漏れしてるんじゃないの？密閉された MT1 と同じ条件でバックプレートに耳を近づけてみると MT1 は全然漏れてこないけど MT1 Pro は多少音漏れあるね。今日電車やバスの中で使っちゃったわ。とは言っても盛大に漏れてるわけじゃないよ。釈迦尾くんや釈迦みちゃんにはならないんじゃないかな。そっか、でも構造上しょうがないよね。その分開放感あるんだから。そうだよね。電車の中でもなんだかゆったり聞けたもん。CRA と EDX Pro との比較。これは音質比較動画を聞いていただければはっきりするので、あまり言葉はいらないと思うけど、ざっくり言うとやや低域にウェイトのある EDX Pro、中広域中心の MT1 Pro、広域が特徴の CRA という感じ。 TRN のモデルは 6kHz 付近を意図的にがっつり落としているものが多いかな。 TA1 とか V90S、STM も同じようにこの帯域落としてたから、ファイナル E のイヤピでも CRA と EDX Pro はそこまでこの帯域落ちてないでしょ。そうだね、そっか、そうやって見るといいな。でも 6kHz 付近ってこんなに落としちゃって大丈夫なの？もともとこの帯域は基本落とす傾向があるよね。どこまで落としたら変に聞こえるか EQ で落として実験したことあるけど、案外思いっきり落としてもそんなに影響なくて、逆に多めに出てるとやかましい帯域なんだよね。ただ主観だけど極端なのはあまり好ましくはないな。そっか、ジャックさんいつもバランス重視だもんね。すっかり無線化担当になってしまったミミーです。波形比較は有線、無線化ともに大きな差異はないみたい。見た通りでこの辺がちょっと違うけどね。ホワイトノイズはたまたま目に入った KZ、DQ6 と比較してみたけど MT1 Pro の方が感度低いこともあって DQ6 に比べて目立たなかったわね。あと PTX をスマホ接続するのと PC 経由で PTA30 Pro と接続するのとでもホワイトノイズの聞こえ方が違って PTA30 Pro の方が小さく感じたからね。乗り物内だと低域が多少かき消されるのでイヤピで調整するならラビウス、ディープマウントとかいいかも。聞いた感じも MT1 Pro の特徴である開放感はそのままで PTX と MT1 Pro の無線化かなりいいな。 PTX が約5000円、MT1 Pro が約1500円、6500円でこの質感なら満足。くどいようだけど開放的なのがお似合い。そんなわけで MT1 Pro はセミオープンという特徴に尽きるでしょうね。 MT1 が好きな人にはぜひ聞いていただきたいし、中華イヤホン初めて買う人にもいいと思います。音質の好きな傾向は今回の3モデルの比較できっとどれかに当てはまると思うので、 MT1 Pro じゃなくても大体同じ価格なので、あとはお好みでどうぞ。ミミーちゃんは気に入った？ああ、もうポチったよ。手頃な価格だから迷うことないっしょ。あはは、そうだね。ということで TRN MT1 Pro のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。